一歩出るっていうとこから普通に入ってみようか。多分今一歩出てくぐってってなってるじゃん。でそれを同時に入れるかな。その方がまだ多分取りやすい。これでちょっとやってみていいですかね。あ、いいと思う。続けます。はい、OK、いいよ、OK。今、頭は OK。これでいこう。それで、上行って戻るじゃん。で、あっちゃんやっぱりね、止まって、こっち。で、だから全体が収まってないんだ。だからそれを全体で止めるっていうのを意識してみようか。だから手は多分、体が止まったらその手前でもいいんだよね。だから最終的な位置に入りたいわけじゃなくて、とにかく相手が止まったから私も止まるっていう感じなんだ。それをちょっとやってみよう。頭はいいと思う。もう一回お願いします。そうだ、いいよ。多分最後今止まるときに1個カットアクセント入っちゃったね。アクセントなし。多分フェードアウトに近い感じで収めて、で次って感じかな。で次の時のアクセントは今入ってるから、もっとカット思い切って入れちゃってみよう。それでいいと思う。そうだでしょ。そこだ。最初のところさ、待ってるっていう感じで軽くホップ入れてみよう。今さ、ホップがティートってなってるの分かる？同時っていう。で、軽くで、多分つま先つきっぱなしぐらいでいいんだと思う。足の位置的にそうですね。もうずっとなって。どんどん。いや、いけるよ、いけるよ。こうなってるじゃん。軽く。それでいいと思う。それでいいと思う。スライドさせちゃっていいですか？スライドしちゃっていいかな。はい。OK。すみません、もう一回頭からお願いします。Much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when I今一度あれかもね、なんだろう、割とネタ感は強くなってきてるのが、なんだろうな、OK ではあるんだけど、最初とか特にスタートのところのちょっとこういう時間をもう少し丁寧に見せた方がその変化が面白いかも。だからスタートは多分表情もっと消していった方がいいのかも。やっぱ意図が分かんないとダンサー途端に疲れるね。そうだね。ここに置いていいですか？これがなんかハマってるっていうふうに思えるんだったら別にそれはさ、いやいいんだけど、受けてんのかどうなのかだと、これ何の意味があるのみたいな時は労働っていうかさ、それはそうだから露骨になるね、みんな。でもちろん僕がさ、それでもやってくださいっていう時はあるんだけど、あまりそれもさ、なんかみんなの不満がたまるというかみたいな感じになるし、なんか演出の方向を共有するまでに時間かかるかもね。そうかかる時はかかるよね。だからどういう感じでやればいいのかっていうのがすぐ分かってやってみてうまくいく時もあるけど、そうじゃない時はそれをお互い探んないといけないから。そうか、探る時間は確かに大変そうですね。でやってみてダメでしたみたいなのあるじゃん。そうするとダンサーの疲労はかなり蓄積されていくというかさ、ジュンジュンさんが踊らないじゃないですか、今回ね。で普段って割とそういうパターンもあるんでしょうっけ？こういうでっかい作品とかちゃんとした作品は割とそういうのが最近多いと思う。やっぱ外から見ないと分かんねえんだよ。今葉っぱの一枚一枚整えながら木の揺らぎを作ってるみたいな感じだからさ
そうでそれは多分僕がいるからみんなもああそうですねっていうかさ、そう言われてんだからそうだろうって感じでやるからさ、それがいなくなっちゃって中に入ると多分無理だと思う。でそれがやっぱ決めすぎっていう時もあるよね、動きにもう9しかないっていう窮屈すぎるわみたいなのと、あと全部きっかけある、きっそうだよね。かけがありすぎるみたいな。ラストのシーンとかほぼほぼそうかな。なんか自分はただあの人の振りをもらってやってるけど、これが誰かにつながって、その次に誰かにつながってみたいになってるから、そう変に変えるとさっきのなんでなくなったのみたいなそれ急だったのみたいなのにはなってる。確かに。この中でもあれですもんね、結構トマホークね、腰の先から動いてとか、いろいろ。そうそれは別になんか特にもう再演でさ2年目だからそういうのも気になって自分は気になってこうしてみたらとかっていうのがあるというかさ、そうですかね。そういう意味で再演の良さって逆にそういうところであるんですね。だからずっとこういうのやるのは構わないのね、僕は。いじってさ直してとかっていうのは。ただやっぱダンサーの方もそれを自分の中で理由付けしなきゃいけないじゃん、それはやっぱりダンサーの方での作業はすごい大変だと思う、体って結構もともと不器用なものじゃないですか、すごく。そうだね。理論理屈はすごく早くできても、体ってなんか何回もやらなきゃダメだったりとか、あと筋肉が育ってもそうだと思うんですけど。そうだね。ただコンテンポラリーで使ってるテクニックっていうのはさ、大人になってからみんなほぼ学ぶものが多いというか、もちろんバレエをやってるっていうのは常識としてあるんだけど、バレエやってない人も多いし、そういう意味ではねオーガニックとか有機的な動きが多いのね。だから人間に無理のない動きが多い、全部ではないけども、だからそれは割と人を問わずに学べるものだと思う。もちろん稽古の中で怪我はするんだよ、やってると。でもそこで気づいた時にこんなことでいいのかっていうのがよく多いわけで、こうやってファッて足上げたりとかもこういう流れもさバレエとは違うから、なんか流れがこう取れるかどうかの方が重要でさ、最初はそれを自分で描こうとするわけよ。でもそれってさパッてこう入るだけでいい、こんなことでいいのかっていうか、でそれで自分のバランスをコントロールするっていうか、それが面白いんだなっていうのを気づくというか、それはあれですね、確かにやってってその感覚が分かってきたら分かってくる感じですね。そうだから内的な感覚でそれをダンサーとシェアするのも時間かかる。分かってる人もいるけどもそうじゃない人もいるしって言った時にゆっくりやりながらこういうことかって気づくと、それはその先に進むしさ、そういうのをシェアしてみんなでやってみようっていうか、何か音色を奏でてみようってことだからさ、あそここうやって作っちゃうともうその前と一緒になっちゃうから、その後ともね、もうすぐ入って、であっちゃんが入ってくるこれシュポンシュポンのとこあるじゃん、あれを多分入れない方がいいから、どうしようかな。じゃあ普通に私こっち行ってこう下がってってここから入ればいいのかな。それでいい、それでいい、ウィンドミルがあるということだよね。そうだね、こっちから入る。こう来てこう入ったのね。ちょっと時間置いていいからね、さっき言ったように時間置いて、で出てきて一回ここに入るので、きっかけ君だから朝代が引っ張るんじゃなくていいから、っていう感じでこれにドンってついてきているわけ。わかりました。なんかそれが、始まりましょうかみたいな感じになると、もう一点になるから切り替えたいわけね。オッケーオッケー。こっから始まりいいんだよね。そうだからコータが入ってくるとこからちょっとやってみようか。あんまり戦闘態勢で入ってこられるとこっちも結構ダラってくるからさ、軽めでお願いします。戦闘態勢じゃない方。だってこっから始まるからさ。そんな。だとしたらそれでもう一発目の方向だけ決めといてもらって、そしたらついていきやすいじゃん。変えてもいいけどね、決めといて変えてもいいよ。取っててなんとなくこういうふうなのが意図的な時間として成立するんだったらいいけど、それ以外はもうちょっと鈍情に見えちゃうんだよね。だから割とシャープにカッて取るのを意識してもらっていくと、止まった瞬間とかの間が遠くても効いてくる感じがするんだよ。でそうするとその中から一人だけポンと出てくるやつを見るわけで、それがただの順番みたいになると、その出てくるやつっていうのを前に空気が固まってないからさ、全然ほぐれというか、その意味がなくなっちゃうんだよねっていうとこちょっと意識してもらってっていう感じかな。結構点ははっきり取った方が良さそうで、その前言ってたのが、合わせをちょっとぬるくするみたいなのがあっ
そうだね、だからそれってポイントにもよるのかなと思っててさ、このポイントはぬるくしましょうとかってことなのか、あとちょっとやりながらなのかわかんないけどさ、全体的にはそんな感じなんだ。ラストかっつりくるんですいません。ラスト正面バツッといくからすいません。はい。ちょっとお疲れ様です。汗拭いてください。ダンサーも着替えちゃっていいです。はあはあ